やっほー、シャールです。今日はシャルの支出のお話をしたいと思います。よろしくお願いします。突然のお金のお話になりますけれども、シャル結構お金のお話割と好きな方なんですよ。でシャルはしがない会社員でして、役職も何もない一般社員で、一人暮らし都心住みです。で今回はちょっとお家賃は言わないことにしまして、シャルの収入も今回は言わないことにして、それ以外の支出ですね、そこをちょっと言っていきたいなと思いまして、もし今倹約されている方とかいらしたら、少しでも参考や励みになってくれたら嬉しいなと思ってます。では早速言っていきたいと思います。まずは光熱費ですね。うち電気代がだいたい1万3000円ぐらいかかってます。で内訳で言うと、その大半がですね、電気温水器、これが今住んでるところがもう備え付けであって、それがかなり高いんですね。でもう仕方ないんで、もう諦めてます。で代わりにガス代が月1300円ぐらいになってます。水道代はだいたい4000円ぐらいですかね。水道代よくわかんないんですよね。なんか2ヶ月おきに聞かれるんですよね。もっと少ないかもしれないです。サブスクリプションは今入れてるのが、まずネットフリックス1490円かなと、YouTube で1180円ですね。Amazon プライムも入ってるんですけど、あれは年会費で一括で落としてるんで、ちょっと別の経費みたいな話にしています。で次がシャルの一番のおすすめポイントなんですけど、うちの通信費がですね、月4087円です。これ結構周りの中でも割と低めじゃないのかなって自負してます。内訳で言いますと、 NTT が3025円で、うちプロバイダー朝日ネット使ってるんですけど770円で、携帯代がなんと月額292円です。合わせて4087円。これかなりアドバンテージあるんじゃないですかね。どうでしょうか。というのも、シャル基本引きこもりなんで、基本お家から出ませんと。なので、家のインターネットも上限なしで使い放題なんで、基本それで賄ってます。で、スマホあるんですけど、基本使わないですし、ちょくちょくお出かけしたとしても、お外であんまりスマホ使わないんですね。見るとしてなんかニュース記事ぐらいかな。シャルの LINE 登録数ほぼほぼないんで、友達がいないんで、電話も使いませんと。来るとして、シャルの実家からごくたまに電話が来たりするぐらいなので、ほとんど使ってません。なので、月のデータ使用量が 1GB 未満で収まってしまうわけですね。引きこもりならではの戦術だと思ってます。で、ここまでがだいたい固定費、半固定費ぐらいかな。で、あとは最低限の、食費、日用品、これ合わせて4万円ぐらいですかね。シャルだいたい自炊をしていますし、たまにお弁当買ったりとかはありますけど、基本自炊なんで、もうそれだけでだいぶ一人暮らしにしては安い方なんじゃないかなと思います。あと近くに特売のスーパーとかあんまりないんで、ちょっとそこが高めなんですね。そこは都心住みのちょっとマイナスポイントにはなってます。で、あとはおタバコ代が月だいたい8000円ぐらいかな。シャルは紙のボックスの
タバコじゃなくて手巻き吸ってるんで、比較的安めな方じゃないのかなと思います。でここまででだいたい7万くらだだいたい7万5千円前後になるので、これプラス家賃が最低限普通に生きていけるぐらいですね。でこっからがプラスアルファなんですけど、全部交際費に含まれるのかな。まず最近始めた平日の朝に喫茶店に行くっていう習慣を身につけて、そこで軽い朝食食べつつ、あとトイックのお勉強もそこで30分ぐらいやってるんですね。でそれで月9000円ぐらいかな。で、サウナだいたい週1ぐらいで通ってまして、月で1万円いかないぐらいです。であとは月1ぐらいでエステに行ってます。エステはエッチなやつじゃないですよ。性感なんたらとかじゃなくてガチのエステです。実は今日も行ってきました。あとは、食費とは別に、たまにはなんかいいお肉とかうなぎとかなんかいい食材たまには食べないとなということで、これまただいたい月1万円ぐらいかなを予算として、楽天とかでいい食材を買うようにしてます。そんであとは美術展とかお出かけした時の費用ですね。これも予算としてだいたい1万円ぐらいは見込んでます。ここまででだいたい5万ぐらいかな。別に使わなくても生きていけるんだけど、あるので使いましょうっていう感じの項目ですね。でシャルは一人暮らしっていうのもあるので、いくつか出てきてない項目がありますと。でまず NHK 代ですね。この前テレビをメルカリで売り飛ばしたんで NHK 無事解約できました。あとは生命保険系ですね。保険ももともと入れてないのでそれもゼロです。貯金がある程度ある人は別にいらないんじゃないかなって思ってるので、貯金あんまりない頃から入ってなかったんですけど、不要です。あとはお友達とかの交際費ですね。これ見事に0円です。なぜならリアルでお友達がいないからです。ここまでが大体の支出ですね。でお家賃の方は、具体的な数字はちょっと言わないんですけど、一つ言えることがあるとすれば、収入の3分の1では全然ないです。もっと下です。収入の3分の1ってよくネットとかで目安で言われるんですけど、3分の1って結構高いと思うんですよ。なので家賃は落とせるなら落とした方がいいと個人的には思っております。シャルは今でこそ結構物がまた増えつつあるんですけど、一時期ミニマリストにハマっていた頃があったので、断捨離もごくたまにしますし、結構こじんまりとするのが好きなので、お部屋も割と小さめかなだったりします。で今の お給料収入ですね。収入は割と満足してますし、正直マッチングアプリとかで多分登録するとむしろ有利に働くぐらいもらってるんですけど、マッチングアプリしませんし、で残った分勝手に貯金しようって思わなくても勝手に溜まっていく感じになっちゃってるんですね。ちょっともともと貧乏症と言っていいのかわかんないですけど、あまりもともと浪費癖がないので結構勝手に溜まっちゃうタイプです。というわけで今回のお話をまとめますと、シャルの通信費、朝日ネットの月額770円と、あと292円のモバイル代ですね。これ合理的シンプルプランっていうのがあるんですよ。
多分ググれば出てくると思うんですけど、あれ普段スマホを使わないシャルみたいな引きこもりの人にすごいおすすめです。ぜひ活用してみてください。今回は以上になります。じゃ、またねー。